アニメで活躍した主役級のキャラたちはその後どうなったのか。ガンダムシリーズの花を飾る主人公たち、その最後はかろうじて生還したり消息不明になったりヒロインと幸せになったりと様々です。しかし本編後の主人公の動向に関してはアニメ本編内では描かれないことも多くある一方、漫画や小説、短編映像などで描かれていたりします。そこで今回は映像化されているガンダム作品の主役と主役級の人物たちについてその後どうなっていったのかを見ていきたいと思います。なお本動画は前回の動画のコメントを含め再調査したバージョン 1.7 版となります。コメントしてくださった皆様、いつも本当にありがとうございます。それでは始めましょう。1、宇宙世紀。まず宇宙世紀の中でも言わずと知れた機動戦士ガンダムの主人公アムロレイです。アムロはアニメ本編を通して生き残り、続編である機動戦士ゼータガンダムでは主人公カミーユ・ビバンを指導する存在として登場。前作でライバルだったシャアーズナブルとも共闘します。しかしグリプス戦役後にシャアが行方をくらまし、後に隕石落としを画策したため再び対立。そして最終決戦となった逆襲のシャアではアムロはシャアとの戦いの末、シャアともども行方不明となりました。逆襲のシャアの3年後を舞台とした機動戦士ガンダムユニコーンではアムロは戦士扱いとなっており、一年戦争からの戦友であるブライトノアの部屋には遺影のようにアムロの写真が飾られている場面が見られます。また映画先行のハサウェイではクシーガンダムで出撃しようとするハサウェイの脳裏に白目を向いた姿で一瞬だけ登場していました。なお小説版機動戦士ガンダムではアムロは終盤に死亡しており、死んだアムロの思念でシャアがザビ家を倒そうとしている思いがホワイトベース隊に伝わったので、シャアとブライトたちが協力することになっていきました。ただし小説版ゼータガンダムでは普通に登場しているので、こちらは細部は異なるもののアニメ版機動戦士ガンダムの続編のような流れになっています。アニメ版においてアクシズショックで消息不明になったアムロはここから先は伝説として語り継がれるのみとなっています。なおアムロはパイロット能力が突出して高かったことから一年戦争後地球連邦軍によって幽閉されていましたが、ゲームブックジェリド出撃命令ではアムロの能力を再現しようとした強化人間とその登場機ガンダムコピータイプが登場しています。しかしその強化人間は人間としての機能をほぼ失われた状態にされるほど強化されたにもかかわらず、候補生時代のジェリドに敗北していることからアムロほどの強化人間を生み出すことが極めて難しいとわかります。また漫画機動戦士ガンダムシャーズリレイティッドアフェア若き彗星の肖像ではアクシズを襲撃したジムコマンド外宇宙船仕様にアムロの操縦データや回避運動パターンが組み込まれています。ただこの回避運動はパイロットへの負担がかなり大きいようなので、後年のモビルスーツ全てにこのプログラムが組み込まれているとは考えにくそうです。漫画機動戦士ガンダム F90 では元ホワイトベースクルーのジョブ・ジョンが開発したタイプ AR という敵の動きを先読みするようなプログラムが F90 に搭載されています。また漫画機動戦士クロスボーンガンダムスカルハートではアムロが乗り捨てたコアファイター内に残されたアムロの戦闘データを木星帝国が回収し、アムロの戦闘技術を再現するバイオノーとそれを搭載した試験型モビルスーツアマクサが開発されていました。誰もかなわない圧倒的な強さを誇り、17秒で3機のフリントが落とされますが、アムロの意識が残っていたのか、施設の爆発で命の危険が迫るトビアたちを脱出に導いていました。他にも作品は異なりますが、漫画機動戦士ガンダムシードアストレイではロンギュールが共に行動する AI ハチについて、ロウがハチとの出会いについて回想するシーンではなぜか RX78 ガンダムのコアファイターらしき姿が見られます。お遊び描写だと思われるものの、ハチの AI はガンダムのものがベースになっている可能性があるため、アムロの戦闘データを持っているのかもしれません。一方一年戦争時のアムロのライバルだったシャアーズナブルはガンダムの最終決戦で生き残った後アクシズへ逃げ延び、漫画機動戦士ガンダムシャーズリレイティッドアフェア若き彗星の肖像で動向が描かれました。そして機動戦士ゼータガンダムではクワトロ・バジーナとして登場。今度は主役の敵ではなく味方としてカミーユと共に
エウーゴの一員としてティターンズと戦います。しかしグリプス戦役後にはエウーゴを離反。逆襲のシャアでは地球への隕石落としを画策。最終的にアムロと共に行方不明となりますが、シャアの影響力に目をつけた存在によって後にシャア・アズナブルのクローンが生み出されることになります。そして機動戦士ガンダムユニコーンではシャアに似た容姿の強化人間にシャアの残留思念が憑依したフルフロンタル。機動戦士ガンダムナラティブにはフロンタルの失敗作であるゾルタン・アッカネンが登場しています。また漫画機動戦士ガンダム F90 ではタイプ CA3 という計算上は通常のモビルスーツの3倍の機動性を発揮するプログラムが搭載されており、シャアの疑似人格がプログラミングされているという設定が存在します。さらに小説ガイアギアにはシャアの記憶を受け継いだメモリークローンであるアフランシ・シャアが登場しました。平穏な日々を送っていたアフランシは反地球連邦組織メタトロンのリーダーとして祭り上げられていくことになります。なお最終的にはガイアギアを投棄してエヴァリーとの幸せをつかみました。おそらく2人が今後の新作品で登場するとしても、アクシズショックでアムロとシャアは行方不明になったという設定は遵守されると思われます。そのためアクシズショック以降はあくまで伝説として語り継がれるシーンやアムロのパイロット能力を生かした AI の登場、シャアの思想を受け継いだ話が紡がれていく形になるのではないでしょうか。次に機動戦士ガンダム第 08MS 小隊の主人公シロー・アマダについてです。シローは最終決戦であるアプサラス3との戦いで相打ちとなり、機体ともども火山の火口に落ちたため作中では生死不明となりました。しかし後日談を描いた特別編ラストリゾートではシローの行方を追っていたミケルとキキにより左足を失いながらも湖のほとりでアイナと過ごすシローの姿が発見されています。小説版ではシローは右足を失ったものの生存しており、ひっそりと幸せに暮らしていくと思われます。次に機動戦士ガンダム0080ポケットの中の戦争についてです。本作の主人公はアルフレッド・イズルハ、通称アルとなります。アルはクリスとバーニーの戦いを見届けた後、その後何をしているのかは描かれていません。ただブルーレイの PV などではCV を務めた浪川大輔氏が大人になったアルという設定でナレーションを担当されており、バーニーの悲劇を忘れない姿を感じることができるようになっています。なおクリスチーナ・マッケンジーとバーナード・ワイズマンについて、クリスはバーニーのザク2との交戦でガンダムアレックスが中破しますが、なんとか生き残りました。その後軍務のためサイド6から離れ地球へ向かったとされていますが、本編の後日談となる CD 機動戦士ガンダムオデッセイではクリスがアルに宛てた手紙で軍を辞めるかもしれないと語っています。クリスの夢は機械の先生になることなので、別の職業についている可能性もありそうです。ちなみに OVA 機動戦士ガンダム0083スターダストメモリーの第7話中盤ではクリスに似たアナハイム社員が登場していることから軍を辞めアナハイムエレクトロニクス社に転職したのではと推察する話がありますが、特に公式から明言はされていないので同一人物と断定することはできないようです。次にバーニーです。こちらはアレックスとの戦闘の末、コックピットをビームサーベルで貫かれミンチよりひどい状態となって死亡しています。しかし小説版ではアルの父が読む新聞にバーニーが奇跡的に助かったと記されており、まさかの生存ルートが用意されています。ただバラバラに吹っ飛んじまっている。ミンチよりひでえよなどのセリフが改変されていないため、バーニーがどう助かったのかは全くの不明です。この改変に関してはファンの間でも賛否両論となっていますが、小説版の筆者である結城京介氏は後書きで一流の悲劇を三流の喜劇とする打足と苦言を呈していました。その上でそれでも入れたかったとも語っていることから、バーニーの死が人々の心に残した傷跡の大きさを伺うことができます。なおそのような背景もあってか、第4次スーパーロボット大戦ではクリスがバーニーと結婚して軍を寿退社するという原作と180度異なる展開を見ることができます。またガンダムビルドファイターズでは3人が幸せにする様子を見ることができます。次に機動戦士ガンダムモビルスーツイグルーです。本作は
ジオンの試作モビルスーツの開発物語が描かれていて、主人公は技術士官のオリバー・マイとなります。しかし最終戦では技術屋にもかかわらず試作モビルアーマーリムラングのパイロットに任命されてアバオア空戦を戦い抜き、モニク・キャディラックのズダに救われて生還しました。その後は2人ともに漫画「機動戦士ガンダム0083リベリオン」に登場しており、ガトーにノイエジールを届ける姿が見られます。そのため一年戦争以降もジオンの技術を支え続けているとわかります。もしかしたらベラーズ紛争後はアクシズ軍に合流しているのかもしれません。次に機動戦士ガンダム0083スターダストメモリーの主人公コウ・ウラキです。コウは戦後軍事裁判にかけられますが、軍の上層部によりガンダム GP シリーズの登録抹消とともに作中の一連の事件が隠蔽されたため、コウの罪状は消失し釈放されました。そして北米オークリー基地に赴任。キースはその女ゲルググで不名誉と言わしめるシーンをもって物語は幕を閉じており、以後のコウの動向については描かれていません。一方漫画0083リベリオンでは釈放された後、ニナと再会せずキースと共にハイザックのテストパイロットを務める姿が描かれています。そのためベラーズ紛争後も連邦軍のモビルスーツパイロットとして従事しているようです。なおコウのライバルアナベル・ガトーは最終的にサラミス階級に特攻して死亡しました。しかしリベリオンでは結末が異なっており、コウとの一騎打ちに敗れノイエジールからコアユニットが引き剥がされてコウに捕らえられます。その後コウのガンダム試作3号機ステイメンとともにコムサイの背部に取り付いて大気圏に突入。その際にコアユニットがコムサイから落下してしまったことでガトーは行方不明となりました。しかし漫画版ではケリーやシーマが生きていたりするので、もしかするとガトーも生きているかもしれません。続いて厳密にはアニメ作品ではありませんが、機動戦士ガンダム UC エンゲージからペッシェ・モンターニュです。ペッシェは強化人間たちの悲劇を間近で見てきた人物でしたが、最終的に第一次ネオジオン構想にて自身のオリジナルであるセリーヌとエンゲージ04ファビンで交戦。力を行使した影響で髪が白くなるもなんとか生存しました。その後どうなったかは不明ですが、本人は納得はしないもののラナイ・ミゲルと共にいることが多い人物なので、もしかするとその後シャアが率いるネオジオン軍のモビルスーツテストパイロットを務めているかもしれません。次に機動戦士ゼータガンダムからカミーユ・ヴィランです。テレビ版のカミーユはグリプス戦役を生き残るも最終決戦で精神崩壊を起こしたため、続編の機動戦士ガンダムダブルゼータでは廃人同然で登場しました。しかしその比類なきニュータイプ能力は健在で、時にジュドーや仲間たちを精神官能で導いていました。ジュドーとハマーンの最終決戦でもジュドーを支援するなど、そのニュータイプ能力の高さを見せつけています。戦争後は精神が回復したようで、ファーと元気に砂浜を走り回る姿が描かれ、前作のうつエンドで傷ついた視聴者を救う展開となりました。その後の活躍としては機動戦士ガンダムムーンクライシスで登場。コロニーで医者兼医学生としてファーと過ごす姿が見られます。なお劇場版となる新訳機動戦士ゼータガンダムでは精神崩壊せずハッピーエンドになっており、映像作品ではその後のカミーユは登場していません。しかし漫画機動戦士ゼータガンダムデイアフタートゥモロー開始伝のレポートよりでは、もし新訳版からダブルゼータにつながったらという話が描かれています。こちらではシロッコとの戦いの後もカミーユはしばらくゼータガンダムで戦っていたことが示唆されています。続いて機動戦士ガンダムダブルゼータの主人公ジュドー・アーシタのその後についてです。ジュドーはカミーユの力添えもあってハマーンとの最終決戦を生き残り無事帰還しました。その後はジュピトリス2に乗船し木星へと旅立ったところで本編は終了しました。その後に関しては木星船団として活動する姿がガンダムイボルブダブルドットスラッシュ視点で描かれています。こちらでは木星船団ジュピトリスに積み込まれていた修復されたダブルゼータガンダムに登場する姿が見られます。また逆襲のシャアの前日譚となる宇宙世紀0091を描いた機動戦士 VS 伝説巨人逆襲のギガンティスでは
木星へ訪れたアムロと共闘し、ネオジオン残党と戦っていました。さらに、機動戦士ガンダム、ムーンクライシスでは、木星から帰還し、ビータらしき人物たちと再会する姿が描かれています。他に、SD クラブで連載されていた英雄伝説では、逆襲のシャアの後の世界で、アムロの消息を追っていたカイがヤザンに追い詰められ、命の危機に瀕します。しかし、そこに、ジュドーのダブルゼータガンダムが現れて、カイを救っています。なお、ピューリッツァーでは、この事件と思われる話が登場しており、見つからないニューガンダム捜索の手がかりにする様子が描かれています。また、機動戦士クロスボーンガンダム、ラブ&ピースでは、グレイストーク、別名、木星兄さんとして登場しました。そして、さらに時は過ぎ、機動戦士クロスボーンガンダム、スカルハートや鋼鉄の7人では、年を重ねたグレーとして登場しています。ただし、グレーとジュドーは、どう考えても同一人物としか思えないキャラクターですが、公式解説では、同一と目されているという言葉にとどまっているため、同一キャラと断定することはできないようです。その後のグレーは、機動戦士ビクトリーガンダム、プロジェクトエクソダスで登場。こちらでは、グレーは、地球圏の人類を見限り、スペースコロニーを改造した宇宙船で、地球圏からの脱出を図ります。最終的には、宇宙世紀653年に、地球から遥か彼方、別の太陽系への植民が達成されていることから、グレーは、別の惑星圏で、残りの人生を過ごしたと思われます。次に映像作品、トワイライトアクシズについてです。本作の主人公は、サザビー開発のメインスタッフを務めたアルレット・アルマージュと、シャア専用機のテストパイロット、ダントン・ハイレッグの2人となります。作中では、フェルモ兄弟との戦いで、死の危機に瀕しますが、サイコフレームの光によってフェルモ兄弟と和解して生存しました。なお、漫画版では、ダントンがやっているクリーニングショップにフェルモ兄弟が訪問しており、さらに、余談の4コマ漫画では、ゲーム対決するなどの平和な生活が描かれているので、2人とも兵器開発からは身を引いて、平和な暮らしを送っていると思われます。次に、機動戦士ガンダムユニコーンの主人公、バナージ・リンクスです。バナージは、最終的にユニコーンの力でコロニーレーザーの照射を食い止めますが、それによりユニコーンに取り込まれ、人を超えた存在になりかけました。そして、なんとか意識を取り戻しますが、ユニコーンを危険視する連邦の手から逃れるため、ミネバの元へ向かい、物語を終えました。その後の活躍は、漫画、機動戦士ガンダムユニコーン、エピソード EX2、獅子の帰還で描かれています。こちらでは、ユニコーンガンダムだけ、ミネバ経由で連邦に返還されており、バナージはジオン共和国にいます。また、ガンダムマーク2に乗って登場し、リディと再会する様子が描かれています。また、機動戦士ガンダムナラティブでは、ヨナの戦いをシルバーバレットサプレッサーで援護し、宇宙のどこかへ旅立つフェネクスを見送っています。現在その後は描かれていませんが、ミネバと共に、ジオン共和国の未来を作るための活動をしていると思われます。なお、バナージと共にコロニーレーザーを防いだバンシーのパイロット、リディ・マーセナスは、ネール・アーナマに帰還した後、バンシーを連邦に返還してから、しばらくは連邦軍に在籍していました。しかし、バナージに、無理やり会いに行ってから軍を辞め、父、ローナンの秘書として、政治家の世界で生きていく決意をしています。次に、小説、機動戦士ガンダムユニコーン、不死鳥狩り、および、機動戦士ガンダムナラティブから、リタ・ベルナルとヨナバシュタです。リタは、作中で、フェネクスの機動試験パイロットとして選抜されますが、実験中にフェネクスを暴走させ、消息不明となっていました。後に、ヨナがフェネクスへ乗り移った際、コックピットには、リタの肉体はなく、思い出のペンダントのみが残されていたため、すでに肉体は存在せず、意識だけがサイコフレームに取り込まれた存在になっていると思われますが、真相は明らかになっていません。最終的に、フェネクスは、遥か彼方へ飛び去ったので、きっと、ガンダムユニコーン2では、またどこからか、光の速さで現れると思われます。ヨナに関しては、不死鳥狩りでは、ジェガンでネオジオングと交戦。ガンダムナラティブでは、ナラティブガンダムでセカンドネオジオングと交戦。いずれも、フェネクスの力を借りて戦い抜きました。その後は描かれていませんが、連邦軍のパイロットとして活動していると思われます。なお、機動戦士ガンダム UC エンゲージでは、
リタやミシェルと共にゲスト出演し、モニター越しにエンゲージゼロとペッシェモンターニュの姿を目撃する姿が見られます。また直近では UC エンゲージのクロスオーバーの世界ですが、機動戦士ビクトリーガンダムの世界である宇宙世紀用153を舞台にナラティブガンダム B2 装備で出撃する姿を見ることができます。次に機動戦士ガンダムサンダーボルトからイオ・フレミングとダリル・ローレンツです。こちらは漫画版サンダーボルトが連載中で、2人は因縁の戦いを繰り広げています。第1部でフルアーマーガンダムとサイコザクの戦い、第2部でアトラスガンダムとサイコザクマーク2の戦い、そして第3部ではニュータイプとして覚醒したダリルがパーフェクトガンダムに登場。対するイオはリリー・シェリーナと共にパーフェクトジオングに登場。ついに2人の因縁の戦いに決着がつきました。続いて先行のハサウェイからマフティー・ナビー・ユエリンことハサウェイ・ノアです。アニメ版はまだ第1部しか公開されていませんが、原作小説では最終的にクシーガンダムがビームバリアのトラップにかかったことでハサウェイは捕らえられ、裁判もなく銃殺刑にされました。小説版では自分が誤って撃ったクエスパラヤから死に誘われる描写がありましたが、映画版はチェーンガギを撃っているので展開が変わる可能性がありそうです。なおレーンゲームはマフティー捕獲に貢献した功績で大尉に昇進したとされているので、その後も連邦軍パイロットを務めていると思われます。次に機動戦士ガンダム F91 からシーブックアノーです。シーブックは作中終盤のラフレシアとの戦いで生還。続編となる機動戦士クロスボーンガンダムではキンケドゥナウと名前を変えて登場しました。ザビーネとの戦闘で右腕を失いますが最後まで生き残り、戦いが終わった後はベラロナの名前を捨てたセシリーと共に戦いから身を引きます。その後はパン屋を営み、戦いとは無縁の世界で生きることになりました。鋼鉄の7人ではトビアが7人の一人としてシーブックを誘おうとしますが、セシリーと幸せに暮らしていることからトビアはシーブックを誘うことを諦め、声をかけずに戦いへと赴く様子が描かれています。その後機動戦士ビクトリーガンダムの時代を描いた機動戦士クロスボーンガンダムゴーストでも再び登場しました。こちらでは老いても変わらず避難している町の住人のためにパンを焼いています。作中では小麦粉を調達した際に野党に襲われていたところをクロスボーンガンダム XO で家出してきたフォントとベルに助けられます。その後2人をかくまい、ベルに頼まれパンの作り方を教えたり、命の重さに悩むフォントに自らの過去を教えたりしていました。そしてザンスカール軍の襲撃を受け戦えなくなってしまったフォントの代わりに XO に登場して出撃。20年ものブランクと20年前の機体であることをものともせず次々と敵機を撃破しており、その後は自分が焼いたパンをトビアに渡すようフォントに託し、再び町のパン屋に戻っていきました。次に機動戦士ビクトリーガンダムの主人公ウッソエビンです。ザンスカール戦争の中で様々な悲劇を経験しますが、最終的には死者の声を聞きながらもカミーユのような精神崩壊を起こすことなく戦い抜きました。戦後は故郷カサレリアへと戻り、2年後も変わらず故郷で自給自足の生活を行う姿が描かれています。 V2 ガンダムも投棄されていることから戦争には関与せず平和に暮らしているのかもしれません。そしてアニメではありませんが、実写映画 G セイバーでは宇宙世紀 O223 を舞台に地球と宇宙のどちらの勢力にも属さないイルミナーティの一員として主人公マーク・カランが G セイバーに登場して戦いました。最終的に生還してヒロインのシンシアとハッピーエンドになりました。本作のその後に関してはゲーム G セイバーのストーリーがあり、マークが登場した G セイバーとその回収機 G サードセイバーが登場しますが、本作のパイロットはマークではなく戦闘で少し熱くなりやすい元モビルスーツパイロットの教官リードフォックスに変更されています。そのためマークはパイロットを辞めて食糧危機問題解決のために尽力しているのかもしれません。2. 機動武闘伝 G ガンダム。続いてアナザーシリーズ主役機能その後について見ていきたいと思います。まず機動武闘伝 G ガンダムの主人公ドモン・カッシュです。ドモンはデビルガンダムとの最終決戦において
デビルガンダムに取り込まれたレイン・ミカムラに一世一代の告白。無事救出して全てに決着をつけました。そして全宇宙の人々に祝福されながらレインと共に兄とシュバレツと師匠の愛した地球へと凱旋し、希望の未来を勝ち取りました。その後に関しては漫画機動武闘伝 G ガンダムガイデンザ・ネクスト・ジェネレーションにて第14回ガンダムファイトが描かれています。こちらはドモンの弟子ユーゴ鏡がハイパーゴッドガンダムを借り優勝を目指して戦うという物語で、ドモンから流派東方腐敗を受け継いだ姿が描かれています。そのためドモンは師匠になりユーゴを育てていることがわかります。ただし G ガンダム30周年を記念して描かれたガイデンストーリー三強神殿では、アニメの第13回ガンダムファイトの後、地球各地を汚染した DG ダスト除去のためガンダムファイトは中止されています。その中で12年後、ドモンとレインの娘 H と東方腐敗の息子マスタージュニアが東方の玉を巡って旅をする物語が描かれています。ドモンの一世一代の告白は歴史の教科書にも載っているほどですが、最後にはとんでもないどんでん返しが待っているので、未読の方はぜひ読んでみてください。こちらは公式ホームページで読めるようになっています。3. 新機動戦機ガンダムウィング。続いて新機動戦機ガンダムウィングの主人公ヒーロユイです。ヒーロは作中で何度も死にかけていますが、その超人的なタフネスで最後まで戦い抜きました。テレビ本編からエンドレスワルツまでの1年の間に関しては、漫画新機動戦機ガンダムウィングバトルフィールド・オブ・パシフィストで描かれています。こちらでは強力な兵器を求める者たちとの戦いを通じて、ガンダムがあるからこそ戦争が繰り返されると感じたウーフェ以外のガンダムパイロットたちがガンダムを廃棄資源衛星に乗せて太陽へ送ることを決断するまで、そしてウーフェイがエンドレスワルツで敵になる理由が描かれました。そしてエンドレスワルツではマリーメイヤ軍と戦った後、街中へ姿を消す様子が描かれました。なおガンダムイボルブ $7 では表舞台から姿を消したヒーローが軌道上に建造されたコロニー型キャノン破壊の任務を受ける姿が描かれています。本作は回収し修復されていたウィングゼロで戦いを繰り広げる物語となっているので、時間軸としてはイブ号集結後かマリーメイヤの反乱後どちらかになるはずですが、マリーメイヤ戦の後だとガンダムがなくなった世界という話と噛み合わなくなってしまうからか、テレビとエンドレスワルツのどちらの後の時間軸の物語なのか明確にはされていません。またエンドレスワルツから数十年後を描いた続編新機動戦機ガンダムウィングフローズンティアドロップでは、火星での戦いの先にピースクラフトの名前を捨てたリリーナと共に、自身もヒーローユイの名前を捨て一人の人間としてリリーナにプロポーズ。晴れて2人は結ばれることになりました。なおフローズンティアドロップ画集に書き下ろされたエピローグでは、夫婦となって5ヶ月の時点でヒーローの出生届が見つかり、2人は籍を入れることが可能になりました。この際ヒーローは子供の出生届を出す時、父親欄を空欄にしたくないと戸籍にこだわる様子が描かれています。なおヒーローの名を捨てたはいいものの、新しい名前については未だ決めかねていたことから、リリーナにはヒーローと呼ばれ続けています。4. 機動新世紀ガンダム X。 本作の主人公ガロード・ランは WX で戦い抜いた後、思いを寄せ続けていたティファーディールと結ばれ、戦後は2人で世界を巡る旅に出ています。2人の後日談としては、漫画あなたと一緒ならではジャンク屋で生計を立てながらティファと幸せに暮らす様子が描かれています。こちらでは修復されたガンダム X3 号機に乗り、フロスト兄弟の企てを阻止するため再び戦場に赴く姿が描かれました。きっとその後もティファと共にたくましく生きているのではないでしょうか。5. ターン A ガンダム。本作の主人公ロラン・セアックは最後にターン X と戦いました。そして銀河ナムが繭に取り込まれる中、ロランは何とか生還。その後の展開は媒体によって異なります。アニメ版ではソシエの思いを振り切り、敬愛するディアナの短い余生の付き人になることを選びました。小説版ではディアナの行く末が異なり、ロランはソシエと結ばれます。ターン A が再び繭から目覚めたりしなければ、ロランは平和な人生を歩んでいくのではないでしょうか。6. 機動戦士ガンダムシードシリーズ。
まず、機動戦士ガンダムシードの主人公、キラ・ヤマトと、その親友、アスラン・ザラです。キラは、シード終盤のヤキンドゥエ攻防戦における激戦で生き残りました。同じく、アスランは、ジャスティスと運命を共にしようとしましたが、カガリに引き止められて生き残りました。その後、キラは、ラクスたちと共にオーブで暮らしています。アスランは、プラントにとって、戦争中、ザフト最新鋭域のジャスティスと共にオーブに就いた反逆者という立ち位置なので、アイリーン・カナーバの計らいでオーブへと移住。同じく、キラやラクスたちと共に平和な日々を送っています。そして、そこから2年後を描いたシードデスティニーについてです。本作では、主人公は、シン・アスカ、キラ、アスランの3人とされています。最終戦となるメサイア攻防戦で、シンのデスティニーは大破しますが、3人とも生存。オーブの慰霊碑で、キラとシンが和解し、その後シンはそのままザフト軍、アスランはオーブ軍、キラはオーブ軍兼ザフト軍所属という形になりました。本作ブルーレイ版のおまけとしてのドラマ CD の内容では、さらにその後、シンはルナマリアと共にオーブ軍に交流出向していて、酔っ払うムーが仲介する中、アスランと喧嘩しながら食事をする姿が描かれています。また、キラはプラントを訪れた際に道が分からず困っていたところをイザークに心配されていたりします。アスランはアーサー・トラインからメイリンとどうなったのかと執拗に聞かれる様子が描かれています。そしてシードデスティニーから2年後を舞台とした劇場版シードフリーダムでは、キラとシンは世界平和監視機構コンパス所属として戦っています。またアスランは非政府組織ターミナルの一員として諜報活動を行っています。作中ではファウンデーションと戦い抜いた後、映画版ではキラとラクスが地球へ降り立って物語は終わりました。しかし本作の小説版では、キラとラクスは建前上戦闘中行方不明として表舞台から姿を消しました。しかしエピローグカットではかなりの別宅を借りたと言っているので、オーブでひっそり暮らしているとわかります。また地下の格納庫にすぐ行けるとも発言していることから、戦争が起きればいつでも出撃する気でいるのではないでしょうか。アスランは世界情勢をかなりに話している様子が描かれているので、ターミナルでそのまま諜報活動を続けていると思われます。シンは小説版ではその後が描かれていませんが、ポストカードではパイロットスーツを着てアグネスとルナマリアと会話するシーンが描かれていることから、活動を再開したコンパス部隊の一員として平和維持活動を行っていると思われます。ちなみに漫画機動戦士ガンダムシードフリーダムアストレイでは、シードフリーダムの前日譚という時間軸におけるロンギュールと村雲ガイの物語が描かれているので、世界観がさらに補完されていくと思われます。次に機動戦士ガンダムシードコズミックイラ73スターゲイザーからスウェン・カルバヤンとセレーネ・マクグリフです。両者は終盤の戦闘の際にスターゲイザーの推進システムによって金星圏まで離脱。 OVA 版ではストライクノワールからエネルギーを補給した後、スターゲイザーのボバチュール・リュミエールを起動し地球圏への帰路につきました。 OVA ではその後について描かれていませんが、漫画版では地球圏へ生還した後、セレーネがスウェンを DSSD に誘い、共に星を目指すという目標を追いかけ始めました。もしかしたら宇宙クジラの謎を解き明かす重要人物になってくれるのかもしれません。7. 機動戦士ガンダム 00。 本作の主人公刹那 F セイエイはアニメファーストシーズンで最後まで生き延びた後、セカンドシーズンまでの空白の4年間はソレスタルビーイングへは戻らず世界を放浪していました。セカンドシーズンの最終戦でリボンズ・アルマークとの決着をつけた後は、エクシア・リペア3や00ガンダム7ソードスラッシュ G などを用いて紛争根絶のために戦っています。劇場版ではエルスと対話するためエルスの母星へ赴くことを決意。量子テレポートで地球を去りました。その後50年の時を経てエルスとの融合を果たした刹那が地球へ帰還しました。この間に関してガンダム00の10周年記念イベントではグラハム・エーカーにガンダムマイスターとなるよう語りかける様子が描かれています。エルスと融合して帰還した刹那は故郷の花畑へ赴き、そこで隠居生活を送っていたマリナと数十年ぶりに再会し、物語はここで終わりました。
もしかしたらマリナと共に平穏に暮らしているのかもしれません。8、機動戦士ガンダムエイジ。本作はフリット・アスノ、アセム・アスノ、キオ・アスノの3代にわたってベイガンとの戦いを繰り広げる物語であり、最終決戦まで一人も欠けることなく生き延びました。アニメ版では最終決戦から37年後、フリットの銅像が建てられ、その銅像に対してアセムとキヨが地球は元気になったと語りかけて物語は幕を閉じました。このラストに至るまでが小説版ではさらに細かく描写されています。まずフリットは決戦後自分のやってきたことの責任を取って自殺しようとしますが、ユノアに止められ、英雄として人々の苦しみを背負い生きていく覚悟をします。そしてその余生を戦いの後始末とマーズレイの撲滅に捧げて生涯を終えました。そんなフリットの功績を称え、人々は小さな銅像を建てたとされています。ベイガンは全員死すべきと考えていたフリットが本当の意味で救世主になったということなのかもしれません。9、G のレコンギスタ。本作の主人公ベルリゼナムは最終決戦の末に G セルフが中破しますが、コアファイターで脱出して生還しました。その後アニメ版ではモビルスーツから離れ、ベルリが単身で世界旅行に旅立ったところで幕を閉じました。なお劇場版ではエピローグが追加されており、まさかの砂漠で日傘を差して半日待っていたというノレドと合流、2人で旅をするという展開になっています。10、機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズ。本作の主人公三日月ヨーガスは最終決戦にてアキヒロ・アルトランドと共に仲間を逃すためおとりとして活躍します。しかし衛星軌道上からのラインスレイブによる攻撃で機体は大破、三日月も瀕死の重傷を負ってしまいました。そして最後の最後まで戦場を暴れ回り意識を失いました。こうして三日月の物語は幕を閉じますが、戦闘前にアトラミクスタとコックピットでいろいろやっていたようで、数年後アトラとクーデリアの下で元気に育つ息子暁オーガス・ミクスタ・バーンスタインの姿が確認できます。本作はギャラルホルンが統治する世界として終わったので、暁が成長した時の世界の情勢次第では三日月のようにガンダムフレームで戦っていく、または平和な世界線として農家という夢を叶えている、そのどちらかになっていると思われます。11、機動戦士ガンダム水星の魔女。本作の主人公スレッタ・マーキュリーは対クワイエットゼロの最終決戦の中でパーメットスコア8を超えた力を発揮し、レーザー通信システムの発射を阻止、無事に生還しました。しかしこの時本来なら死んでもおかしくないパーメットが体に流入したため身体に後遺症が残りました。そして戦いから3年後、スレッタは地球でリハビリに励みながら学校を作ろうと活動する様子が描かれています。本作は地球と宇宙の紛争問題が解決したわけではないので、もし続編が出れば再び新型エアリアルが開発されることになるかもしれません。ということで以上、ガンダムのアニメ作品の主役プラスアルファのその後に関するまとめでした。こうしてまとめてみると、ハッピーエンドを迎えたもの、非業の死を遂げたもの、そして今なお戦い続けているものなど、その動向は様々なことがわかります。なお、ビルドシリーズの主人公たちはガンプラの面白さを広めることがテーマの一つだからか、どのキャラも戦いの後、さらなるガンプラの楽しみを知って明るく終わる内容になっています。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。